ちょっとね、急に、その、情報が定かじゃないのに、自分を責めてきた山嵐とですね、揉めて、あの時は助けてくれたんですけれども、嫌だなって思ってですね、下宿も出ちゃうんですね。で、下宿出て、もう破れかぶれですね、もうちょっとどっか空いてるとこ探そうっつって。そしたら空いてるとこ探してたらですね、ちょっと離れたとこまで来て、占い先生。よろしくお願いします。この占い先生の実家までね、近くまで来たんですね。あ、これ占い先生の実家だ。これはなんか聞いたことあるわですね。で、そこのお母さんにね、どうもーなんて、目があったから話してですね、下宿探してるんですけどないですかって。新しい下宿先をね、探してもらったんですよ。で、見つけたんですね。そしたらその占い先生の、実家と近い、占い先生とも関係のある下宿先に、まあ、移転することになったわけですよ。そしたらそこにおばあさんがいるんですけど、そこのおばあさんと仲良くなるんですね。そしたら新たな情報が手に入るんですね。いやー、本当にねーとか言って、坊ちゃん先生、最近どうですかなんて言われてですね、いやーもうどうもこうもないですよ。ね。もういろんな人いますけどね、とか言って。変な人多いなとか言って。手紙来てますかね。キヨからの手紙よく待ってるんですよ。で、手紙来てますかなんてですね、手紙って、坊ちゃん先生もあれですか東京に、いい人いるんですかって、恋人からの手紙だと勘違いするわけですよ。いや、そんなんじゃないから。清だからと。ね。下女のおばあさんだからって。でも手紙待ってたんですよね。心待ちにして楽しいからね。清のひらがなの手紙来るんですよ、びっしりね。読めねえなーなんて言いながらですね、一生懸命読んでですね、それで一生懸命返事書く。で、ひらがなばっかりだから一生懸命読んでるのですね、なんかすごい、あれですね、恋人からの手紙そんなに大切に読みますかなんて言って、いや、違うんですよ。ひらがなだからすげえ時間かかるんだよって言いながらやってた。でね、そんな、下宿先のおばあさんが、いや、でも、本当に女性には気をつけた方がいいですよ。もしかしたらね、自分のことを裏切る人かもしれませんからね、なんて言って、いや、どういうことですかそういう人っているんですよ。美人であるほどね、なんて言ってですね、気になる情報だな、ってね。で、実はですね、美人の町一番の美人でマドンナって言われてる人がいるっていうことは知ってたんですよ。で、町一番の美人マドンナっていうのが、どうも今赤シャツと付き合ってるっていうのも、釣りの時にね、なんとなく知ってたんですよ。というのも、野太鼓がですね、釣りの終わり際にですね、赤シャツ先生、この後もマドンナのところへ行くんでげすかなんてですね、坊ちゃん先生もいますから。とか言ってですね、言ってたの聞いてですね、マドンナって何なんだよって思ったんですね。マドンナなんかどっかのあれだろうって歓楽街の芸者なんかのあだ名なのかなと思ったら、町一番の美人がマドンナ。で、そのマドンナみたいな人じゃなければいいのにねって言ってばあちゃんが言うんですね。マドンナって何かしたんですか言うわけですよ。したら、いや、それがね、ひどい話ですよ。だってね、もともとマドンナさんはね、占い先生と付き合ってたんですよっていうね、衝撃の。青ビオタの占い先生とそうですよ、もう婚約までしてたんです。でも占い先生もいろいろ家が大変な目にあってね、なんか家の家業が傾いてしまって揉めてるみたいな時に、赤シャツさんがね、赤シャツがそこで、いや、それでね、赤シャツさんと結局、今付き合って、乗り換えたって言うんですかね。乗り換えた。だから占い先生ってずっと青白かったのか。赤シャツがこれ見よがしにマドンナと付き合ってるなんていうことをほのめかしてるのも、そのマウントしてんだなと。そういうことを思ったんですね。こいつ、略奪した上で、同僚に対して、これポジション的に赤シャツの上出すからね。マウンティングしてるんだということが明らかになるわけですよ。そんな中ですね、この占い先生が、もっと田舎の小学校に転勤するっていうニュースが入るんですよ。どこですか？延岡です。延岡？ちょっと待ってください。占い先生、延岡って、この松山ですらね、むちゃくちゃ田舎なのに、延岡って言ったらあれですよ。こっからものすごい船か電車かで宮崎まで行って、その宮崎からその後さらに歩いてとこで山の中入って、それでもうそこにはもうほぼ人と猿半々、そういう街ですよ。延岡になんで占い先生行くんですかって言ってね。で、事情を聞いたらどうも、占い先生の許可を取らずに、
赴任が決まったって言うんですよ。なんか怪しいぞってね。調べると、実はですね、占い先生のね、家の家業が傾いたことで、占い先生のお母さんが学校側に、ちょっと占いの給与上げてもらえませんかって直談判に言っちゃったらしいんですね。そしたらそれをカチンときた、このタヌキと赤シャツが仕組んでですね、じゃあ、給料少し上がる、よその学校に行ってもらいましょうって言ってですね、勝手に話をつけて、もう許可も取らずに向こうに行くっていうことを決めちゃって、で、新任の講師をもう呼ぶってことまで決めちゃったの。それで、送別会開きますってなったんですよ。って。占い先生、それでいいんすかみたいなね。で、山嵐とそんな話になって、山嵐さん、これどういうことですかみたいな。いや、僕もね、言いに行ったんですよ。なんか占い先生のね、でもね、もう校長先生もう決めたことだから一点張りでね、こんなことってありますかみたいなね。実は山嵐は、この占いがね、このマドンナを取られた時もですね、こう赤シャツに一言物申しに行ってる。らしいんですよ。それで山嵐と赤シャツはどうやら関係が悪いっていう話も出てきた。どうもこの赤シャツがずーっと裏でこの学校をコントロールし、利益をすべて自分のものにすべく動いてる。その上で邪魔になった占い。ね。元彼邪魔じゃないですか。だから左遷してやるっていう、そういう話になってるわけですよ。しかも家業が弱って給与アップを交渉してきたっていうことをタヌキが嫌だなって思ってるのを目つけて赤シャツがタヌキに、じゃあ飛ばしてやっちゃえばいいんじゃないですかって言ったことによって、もう送別会が自動的に開かれちゃったんですね。で、わーどんちゃん騒ぎですよ。ね。そんな中ですね、挨拶が始まるんですね。タヌキがですね、いやー、本当にいい先生でしたけれども、占い先生がいなくなると寂しいですね、なんて言ってですね、くっそ、歯にも、心にも持ってねえことあのタヌキにやるんですよ。その次赤シャツが出てきてですね、本当に私は、悲しいとか言ってですね、誰よりも悲しむんですね。あの赤シャツ、裏で糸引いてやがるくせに、なんで占い先生かわいそうじゃねえかよってですね。で、山嵐がですね、それで挨拶するときにはですね、ちょっと皮肉を言うんですよね。いや、むしろ良かったかもしれないですよ。占い先生。だってそうでしょ？向こうの学校に行ったら、きっといい先生がいっぱいいますよ。ねえ？変な策略を使って自分の大事なものを奪ったりとか、勝手に自分が不利益なように仕向けたりとか、そんな奴らと一緒に働くより、延岡でいろんな動物たちと戯れた方がいいかもしれないとか言ってですね。いや、よくはないだろうとか思いながらですね、もうでも山嵐も言ってやったぜみたいな感じなんですね。はい。そんな中ですね、わー盛り上がるですね、どんちゃんどんちゃん。もうね、占い先生をですね、送迎会で送り出すなんてことはもう口実。もうみんなただ酒飲みたいだけだったわけですよ。で、芸者まで呼んでる。ね。で、トントコトンとか言って、さあとか言ってですね、芸者さんが入ってきてですね、ここからはお楽しみの時間ですよなんて言ってわー入ってきてですね、わーと盛り上がるんですね。そんな中ですね、こう、赤シャツがですね、入ってきた芸者さんチラッと見てですね、パッとこうね、席を外していなくなるんですね。いなくなったなーなんて思うわけですね。なんかいなくなったな。実はですね、気になることがずっとあって、赤シャツってむちゃくちゃこの坊ちゃんの風紀に対して厳しくは言ってたんですよね。この蕎麦屋に入ったり、こう風呂屋に行ったり、あんまり生徒の目のつくところで先生がそういうね、こう外食したりとかってあんまりしない方がいいとかっていう風に、外食ダメなのかよ。外食ダメなのおかしいだろうね。なんでこんな田舎でも蕎麦も食えねえんだとかって言うぐらいきつく言ってたんですけども、そういうところですね、一回風呂屋のですね、だから近くにですね、それちょっと歓楽街、芸者さんとかがいるような店、そっちの方の通りに行ったことがあって、そっちの通りの近くで、飲み物とか飲んでたんですよ。そしたら、その遊郭の近くですね。芸者とか遊郭があるところですね。遊郭の近くに、坊ちゃん先生いたよなんていうのもですね、黒板に書かれて、お前別にいいだろ近くにいたって。別に何もしてないから近くで飯を食っちゃいけないのかとかって言ってたんですけど、その遊郭の近くにいた時に、どうも赤シャツらしき人物をパッて見た記憶があるんですよ。だけど、だから、そういう芸者さんの店とかに行ってるんじゃないかって疑いがあったから一回釘刺したんですけど、赤シャツは何の話ですかって言われたので、煙に巻かれてた。だけどどうも芸者さんがバーッと入ってきた時に、うって顔見て出てった。もしかしたら、
顔見知りの芸者さんが入ってきたんじゃないかっていうことを直感的に思うわけですね。この坊ちゃん先生がね。なんかあるぞ。っていうのを思います。ね。そんな中ね、この坊ちゃん先生と山嵐はこの送別会で仲直りするんですね。いや、坊ちゃん先生、間違ってましたよ。すいません、下宿先のね、主人がね、言ってたこと嘘でしたよ。だから要するに、骨董品を売りつけてやろう、この下宿人にって思ったけど、全然買わないから、こいつ全然買わねえなっつって違うやつと取っ替えてやろうって言って悪口を言ったっていう話だったことが明らかになって、いやすいませんでしたねとか言って、いやいや分かってくれりゃいいんですよとか言ってね、それで結託するんですね。にしては聞きましたかね、さっきの赤シャツの挨拶腹立ちますね。腹立ちますね。だってあいつですよ奪ったのはマドンナのことも奪ったし、その上で占い先生を許可も取らずにね、あんな猿ばっかりのところにね飛ばすなんてもうそんなの信じられないとか言ってね、私もですよ。こうなったらもうね、僕は占い先生のね、ためにもね、なんかしたいですよとか言って、いいじゃないですかとか言ってね。それでやっぱ江戸っ子ですねなんて言ってね、江戸っ子ですよとかね、江戸っ子は負けず嫌いだとか言ってね、そうです、私は江戸っ子負けず嫌いね。山嵐先生はどこですかって言ったらですね、私は会津です。会津なんだ。会津は強情ですからねなんて、これもだからね、その時代のジョークですよね。江戸っ子、会津っぽっていう風にですね、その土地柄で、負けず嫌いと強情。これどういう意味かっていうと、要するに明治維新の時に砂漠側だったんですね。で、幕府型についてるから、江戸っ子は負けず嫌い、会津っぽは強情だっていうジョークなんですよ。ね。で、江戸っ子ですからね、会津っぽですからね、負けませんよ、あんな奴らにはね、とか言うんですね。嫌味だと思ってたんですよ。そうですよ。不満爆発するんです。この赤シャツっていうのはね、これどういうやつかというと、この文学史ね、学士なんですよ。で、学士って、今で言うと大学を卒業したら学士って言われますけど、その頃はすげえ特別なね、位だったんです。なんでかというと、帝国大学でしか授与しなかったんです。帝国大、帝大、旧帝大って言えばですね、言ったらもう超スーパー大学ですね。今もその医学部とかの、国立とかの大学ですよね。そういうその帝大、しかもこの時代なんとですね、東京帝大と京都帝大しかなかった。つまり、東大か京大しかないんですよ。だから文脈で見てて、文学史なんですよ、赤シャツはっていうだけで、東大か京大の卒業生だってことがわかるの。しかもそのね、この発表された、坊ちゃんが発表された年に、京大に文学部ができるので、間違いなく赤シャツは東大卒なんですよ。東大卒のエリートで自信があるから赤いシャツを着ていて、いつもね、東大の文学部で発行されてる機関誌を読んでるんですね。帝国文学っての読んで、大体横文字を言うときはこの帝国文学から引用したものを言ってくるっていう、そういう嫌なやつ。VS、江戸っ子と会津っぽなんですよ。ね。野郎、いけすかね、マドンナまで全部取り上がって、あいつむちゃくちゃですよとか言ってね、なんとかしてやんなきゃ。いやでもね、もうあいつはね、頭いいですからね、いやらしいんですよ、やってくることが。その通りですよ。だからもうぶん殴ってやりましょう。いやでも今ぶん殴ったらまずいですよ。ね。何にも尻尾掴んでないですから。あいつが何か悪いことをやってるのを見つけて、そしてぶん殴りましょうって山嵐が言ってくるんですね。それです。山嵐さん、いいこと言いますね。あいつが何か悪いことやってるのを見つけて、現場でぶん殴る。それやりましょう。よしよしよしですね。ところが、罠にはめるどころか罠にかかっちゃうんですよ。それが喧嘩騒ぎ。実はですね、この松山の中学校と近くの師範学校の生徒が路上で喧嘩するっていうのが起きるんですね。あるイベントで、イベントの最中にですね、まずあるじゃないですか、若い奴らが学校同士で、うわーみたいな、ね、やんちゃなね、学生が、おいてめえみたいなね、悪口言い合うんですね。で、師範学校ってこれね、何かというと、この頃の教育のシステムの中でいう、教員を育成する学校なんですね。だから教育学部みたいな感じの役割の師範学校。で、この師範学校はですね、教員を養成するっていう側面が一つと、もう一つは国から補助金が出てるんですね。なので、貧しい生徒でも頭が良ければ入れるっていうのが師範学校だったんですよ。なので、この松山の中学はもともと私立だったんで、お金をね、持ってる生徒が多くて、師範学校は貧しい生徒が多かったので、師範学校にですね、おい、補助金の奴らとかって言って、バカにして、ふざけんじゃねえとかって師範学校の奴らが、てめえら頭悪いくせに何なんだとか言って、うわ、補助金この野郎とか、てめえバカ学校じゃねえかとか言いながらですね、うわーって揉めてるっていうね。で、それをですね、坊ちゃん先生とですね、山嵐が、ね、止めようとするんですね。
で、なんとか最初止まるんですけれども、その中もう一回大騒ぎになってるっていうのが火がつくんですね。またうちの中学校と師範学校の生徒が喧嘩してる。今度は激しい。それで言ってきたのがですね、赤シャツの弟。ね、赤シャツの先生、弟がいるんですね。急に出てくるんですけども、弟が来てですね、ちょっと、お二方、向こうで生徒が喧嘩してますよ、と言ってですね、どうするんですかって言われて、いや、行きますよって言って、わーって行くんですね。そしたらですね、ものすごい喧嘩になってるんですよ。てやらーとか言って、さっきよりももっと激しくてですね、ものすごいもう殴り合いになって、おい、やめろお前らやめなさいとか言って聞こえないですね。だからもう、どうしましょう山梨先生とか言って、もう坊ちゃん先生これもう飛び込むしかないですとか言って、うわー飛び込んでですね、やめろーとかって大騒ぎなんですね。そしたらですね、石が投げられるんですね。その周りの生徒からね。もうほんと危ないです。時代ですね。わかんない。もう明治の喧嘩。石投げてくる。ね、この坊ちゃん先生のゴブ狩りのですね、後頭部をかすめてくるんですね。石がね、もう危ないですよ。石ぶん投げてきますから、ビャービャーって、うわ、石投げてんじゃねえか、この野郎とか言いながらですね、もう平手打ちするんですよ。てめえ、パーンてめえ、この野郎、パーンってね。で、パッて見たらですね、もう、山嵐先生が誰かにどつかれて鼻パンパンになってですね、青黒くなってですね、おい、この野郎、地獄絵図ですね。そしたらですね、おい、巡査が来た、巡査が、警察来るんですね。大騒ぎで喧嘩してたらですね、警察が来てですね、わーだってね、そしたら、雲の子を散らすように、バーもう中学生、と師範学校生がですね、バーいなくなってですね、警察が来た時にですね、そこにいたのはですね、もう血だらけのですね、赤シャツ、血だらけの山嵐と坊ちゃん先生だけだったんですよ。何してんすか何してんだお前らとか言ってですね、とか言ったらですね、ちょっと話聞かせてもらいますよとか、何やってんですかって、いや違うんです。俺たちは先生なんですとか言って、先生がなんで生徒たちと殴り合って血だらけになってるんだっていいから来なさいとか言ってですね、その山嵐と坊ちゃん先生が連行されちゃうんですね。で、それがですね、翌日に新聞に載っちゃうんですよ。ね。坊ちゃん先生、下宿のばあさんが言うんですね。坊ちゃん先生なんてね、なんですかもう、たもう昨日とんで石がね、これ何ですかって言ったらですね、新聞四国新聞がどうしたんですか四国の新聞が、四国で一番読まれてる新聞がどうしたんですかね、一面にね、生徒と大立ち回りで出てるんですね。血だらけになって、学生を殴る教師みたいなね。こんな奴がいていいのかみたいなね。どうやら東京から来たやつで、よそ者で、そいつがどうやらその学生を先導し、喧嘩に参加した上で、張り手を食らわすなどの暴行を加えた模様みたいなね。地獄の記事が上がって、うわーなんじゃこれ俺止めようとしたんですよと。いや、それ分かってますけど、こんな記事出ちゃってますよとか言ってね、おい、これどういうことだよとか言って学校行ったらですね、赤シャツが待ってるんですね。これはまずいでしょ。どう考えてもこれはやってくれちゃってますね。とか言って。いや、違うんすよ。これ違うんすよ、これ。で、こういうわけなんですよ。わかりました。じゃあ、新聞社の方に、この記事を訂正するように掛け合っておきますから、まあ、落ち着いてください。ですね。くっそ、落ち着いてられるかよって言いながら、1日経っても2日経っても訂正記事が出ないんですね。で、教頭と校長にね、訂正記事、出ないんですけどって言ったら、まあ、明日には出るんじゃないですかね、なんて言われてですね、ようやく出たと思ったら、ちっちゃい記事。しかも全然訂正にもなってないようなよくわかんない記事が出て、こんなのじゃダメだろって言ってですね、そしたら山嵐が言うんですね、はめられたんですよ坊ちゃん先生って。どういうことですか。私たちが喧嘩を止めに行くように仕向けたの誰ですか。赤シャツの弟ですよ。赤シャツがここの喧嘩にぶち込めば我々がその揉めて喧嘩に入らざるを得ない知ってたんですよ。そんなことあります？そういうことやってくるやつです。私はもうずっとここにいるんですから。あと新聞出たでしょ。出ました。新聞赤シャツですよ。そんなことやります？赤シャツが我が校の先生は問題あり関係者団ってあったでしょ。あれ赤シャツですよ。赤シャツくっそーどうしたらいいんですかってとりあえずこのままじゃいけない。とりあえず向こうの何か落ち度をね探してとっちめなきゃいけないんだから。わかりました。様子見ましょう言ってる間にですね、山嵐が懲戒免職食らうんですよ。ね。ちょっと待ってください。赤シャツ先生、なんで山嵐さんだけがクビなんですか？よかったじゃないですか。あなたは
あなたはいられるんだから、どうしてそんな怒ってるんですか？どうして？だって同じですよ。同じ大立ち回りして、俺もビンタしたし、山嵐先生もビンタしたけど、なんで俺はお咎めなしで、山嵐先生は懲戒免職なんですか？何を怒ってるのか分かりませんけど、どうしたいんですか？いや、分かりませんけど、やめますよ。俺だってやめますよ。なぜむしろなぜ逆に。いや、分かりませんけど、畜生、どうしたらいいんだとですね。そしたら山嵐がですね、坊ちゃん先生、見つかりました。ヒントが一つ。どうしたんですか？芸者遊びですよ。ちょっと思ってました、それ。言ってますよね。遊んでますよね。教頭。言ってます。なんかおかしいと思いませんでした？送別会の時。そうだ。なんか多分きっと、そうですよね。顔見知りの芸者いるのかななんて思ったけど、きっとそうですよね。そんな噂をキャッチしたんですよ。坊ちゃん先生、作戦でやりましょう。というか、懲戒大丈夫ですか？もう懲戒は懲戒ですから。やるしかないです。はい。行きましょう。何するんですか？遊びに行ってる、どうやら行きつけの店があるんですね。芸者、普通の芸者遊びじゃないです。もうそこで一晩を明かす、そういう系のやつです。そういう系の教頭が、俺蕎麦屋行くなって言われてるんですよ。そうですよ。なんで蕎麦ダメでそっちがいい？おかしいでしょ。だから貼っとくんですよ。その隣の部屋借りといて貼っとくんですよ。で、障子に穴開けて覗いとくんですよ。そんなことできるんですか？できる店です。行きましょうってですね、張り込み始めるんですね。ついに倍返しが始まるね。それでですね、1日目ね、坊ちゃん先生も行くんですね。ここですかとか言ってね、ここですとか言って、こっから穴でね、ちょっと店を、来ませんね。ちょっと今日僕帰りますんでとか言ってですね、1日目来ない、2日目はもう来ない、3日目はもう山嵐先生にお任せする、4日目も山嵐先生にお任せする。で、お話聞いたらですね、いや今日はね、7組客が来ましたよ。いや、そんなデータはいらないんですよ。データはいらないんですよ。来てないんでしょ、赤シャツ先生。来てないんですよ。どうします？いやでも待ちましょうと言ってですね、で赤シャツが来るか来ないかを待つね。そんな中ですね、ある日坊ちゃん先生が言ったら、今日来ますよ、今日赤シャツ来ますよ。だってね、芸者が2人隣の部屋入ったんですよ。芸者が2人だけで、きっとね別々で入ってくるんですよ。赤シャツ先生頭いいんで同時に入るみたいな、街一緒に歩くとかそういうやらないです。別で入る、密会するんです。間違いない。そして証拠を押さえて、翌朝ですね、その赤シャツ先生がですねと野太鼓がね、野太鼓も一緒に遊んでたんですよね。で赤シャツ先生と野太鼓が外でですね、ふーとか言ってですね、こう帰りますかねとか言ってやってる時にですね、後ろをつけてですね、河原の河川敷ですね、人がいなくなるとこ見計らってですね、この山嵐とですね、こう坊ちゃんがずっとねつけてですね、おいこらーってですね、どうしたんですか坊ちゃん先生、こんな明け方にこんなところでコラーじゃないでしょう。そうでげすよ、びっくりしました、心臓口から飛び出るかと思いました。なんでげすかとね、やってくれたな、おい赤シャツ、おい野太鼓、今お前ら芸者の店からお前泊まり込んで出てきただろ。そうだいいんですね。したら証拠でもあるんですか証拠でもあるんですかじゃないんですよ。今見たんだよ、俺が見たのね。逃げられないぞもうおかしなこと言いますね。私と野太鼓さんで2人で泊まってたんですよ。そんなわけないだろ。何の行為なんだそれ。それ何の状態なんだよ。そんなわけねえだろこんな野郎。そしたらもう野太鼓がブルブル震えてるんですねまずいでげす、まずいでげす。逃げてえでげすとか言ってですね、ちょっと逃げようとするんですね。てめえ待てこの野郎とか言ってね、懐にですね、小腹が空いたら食おうと思って買っといた生卵をぶつけるんですね。どういう状態っていうね。なんで小腹が空いた時に生卵があんだと思って、てめえこの野郎とか、無意識的に逃げんじゃねえとかでビュッて投げちゃうんですね。そしたらですね、野太鼓の代わりバーンぶつかってですね、はぁ
なんでゲスとか言ってですね、一発当たったからですね、もう興奮しちゃってね、3つ4つ投げちゃうんですね。3つ4つあったんだっていうね。ビャンビャン投げですね。それ全段命中するんですね。パンパンパン。すげえでゲスとか言って、なんでですかーとか言って真っ黄色になるんですね。何をやってるんですかーとかですね、その赤シャツもですね、興奮してきてですね、そして山嵐が、赤シャツは俺がぶん殴るとか言って、赤シャツをバーンぶん殴るんですね。ポンどういうことなんですかどういうことなんですかとね、言えるもんなら言ってみろよお前らよ坊ちゃん先生にはよ、蕎麦屋行くなとか言いながらお前ら何やってんだよ教頭とお前美術の教師が何やってんだよなあ、訴えれるもんなら訴えれてみろ。俺はどこどこの港屋にいる。そして明日、もう俺は懲戒だ。もう街を出るよ。なあ、お前ら訴えれるもんなら訴えてみろよ。かかってこい。どこも逃げも隠れもしねえ。このバカ野郎パンパン。とんでもないことしてくれますねとかでも大騒ぎなんですね。それでですね、翌朝、ね。はい。どうしていいかわからなくてですね、坊ちゃんもですね、もう山嵐が、もうこのね、店で俺は待つと。俺は悪いことしてんだから店で待つと。で、警察が来て暴行罪だって言われたんだったら、俺捕まりますから。坊ちゃん先生関係ないですからとかですね。いやでもね、山嵐先生ここまでやったんだから、俺も一緒に辞めますからつって、辞表をですね、叩きつけようかと思ったけど、もうわかんないから、もうとりあえず郵送でもう校長のところに出しといたんで、もう俺もここで待って、で、もう、それでもう、同じ運命ですよ、ね。で、朝待つんですね。それでもう疲れて眠っちゃうね。で、もう昼過ぎになっちゃうんですね。あれとかって、山梨先生、もう昼過ぎですよ。あれすいません。店の人に聞いて。誰か来ませんでしたか？誰も来ませんよ。訴えなかったんだ。訴えれなかったんだよ。坊ちゃん先生。多分、大ごとにしたら、その芸者遊びバレるから、訴えなかったんですよ。はい。俺たちの勝ちですよ。坊ちゃん先生。はい。出ましょう。この腐った町を。この腐った町をねって言って、東京に戻る。で、山原先生も地元に帰って、腐った町をそうして俺は出た。やっとやったぜ。清戻ってくるんですね。清戻ってきたぞ。坊ちゃん戻ってきたんですか？どうして先生になったんじゃなくて？やめたよ腐ってたからね。何でもできるよ。とりあえず都電にもう応募して履歴書通ったから、そこで技師として働くから、玄関付きの家は借りれねえけどよ。一緒に住もうぜ。ありがとうございます。それからですね、しばらく清と暮らし、そして清が肺炎にかかってしまってですね、清がもう私天に召されますっていう時にですね、どうかお願いですから、坊ちゃんと同じ墓入れさせてくださいって言ってですね、分かったよ清って言って、清の墓は今、どこどこ寺にある。要するに自分の入る墓に清ももう入ってるって言って終わるっていう話なんですよ。はい。さあ、皆さん楽しんでいただけましたかね。キャラ祭りでございました。はい。なんかわかりやすい話だなっていう感じですよね。でもこれが一体どうしてこんなに名作だって言われてるのか。これを僕考えました。まずシンプルに面白いは面白いじゃないですか。なんでかっていうと、すごい完全懲悪としてシンプルですよね。悪いっていうやつ、赤シャツと野太鼓っていうもうシンプルに悪いやつが現れて、そいつを最初はね、反目してた山嵐との友情で懲らしめて終わるというお話なんです。ところがこれ、もう一個深めてみると面白いんですよ。そのためには、夏目漱石どういう作家なのかちょっと見てみましょう。夏目漱石っていうのはなんと1867年から1916年の人なんですね。1867年はさっきも言った通りですね。先ほど言った通り、大政奉還の年なんですよ。つまり、もう明治の始まりとともに生まれてるんです。で、1916年に死ぬ。これ1912年に大正時代が始まるので、大正が始まると同時にですね、もう数年して、体を悪くして死んでしまうので、もう明治そのものなんですよ。夏目漱石の人生ってもうびっちり明治なんです。もうきっちり明治にぴったりハマってるっていう感じ。で、その明治の時代とか考え方ががっちり表現されてる作品を傑作としていくつか残したことで、夏目漱石は日本人にとって
国民的であり、記念碑的作家になったんだというふうに僕は言えると思うんですね。それはどうしてか。僕は心をやった時に、まずその夏目漱石の凄さの一端に気づいたわけですね。それは何か。心というテーマの中には大きく時代の変遷が描かれてましたよね。なんで先生は自殺しなきゃいけなかったのか、そのあたりをですね、考えた時に、実は明治から大正に移る際に、その明治天皇の崩御に合わせて、乃木希将軍が自害するんですよね。殉死する。そのテーマが描かれた。しかし、乃木希の殉死というもの自体が明治の魂とともに終わる。大正というまた全然違う時代が始まるんだという寂しさをこの心で表現してたわけなんですよ。ところが、じゃあ、この坊ちゃんは何かというと、その一個前なんです。実は、江戸から明治への日本の転換を描いてるんですよ。これが面白い。江戸から明治、どういうこと？そう。江戸っ子なんですよ。坊ちゃんは江戸っ子ですよね。そして清というのは、もともと江戸側にいた人が瓦解、明治維新で没落した下女なんです。だからもう江戸の象徴みたいな二人なんですね。その二人が誰と手を組むのか。山嵐っていう会津の象徴ですよ。江戸と会津の象徴が誰と戦う？全く新しい帝国大学、ね、東京帝大のエリート。その東京帝大という教育システムは明治政府が作った新しい教育システムですよね。その新しい時代の象徴となるような敵キャラ。ね。そんなのに加えて文字がひらがなしか書けない下女清と江戸っ子の無鉄砲さを残す坊ちゃん。ラスト侍なんですよ。このラスト侍 VS 明治的な新しいエリートが戦うんです。そしてどうなったか。ね。やってやりましたよって言って終わるでしょ。でも本当は負けてるんですよね。本当はこの町から出て行かされてるのは坊ちゃんと山嵐で、この町で権力を安泰にしてたであろうなのは赤シャツと野太鼓と狸の側なんですよ。つまりそれもまさに明治維新の象徴のような話なんです。そしてこの江戸ね、この江戸っ子会津っぽ。江戸の美学って何か？敵討ちなんですよ。江戸の美学といえば、儒教を中心とした徳川家が広めたですね、敵討ちなんですよね。それは赤穂浪士にも象徴されるように、何か許せないものがあったら武士道にね、戻るので、それは命がけで敵討ちに行く。そういう組織の構図。新選組もまさにそうでしたよね。赤穂浪士や新選組に、描かれているような、その組織の中のルールや、曲がったことに対して命がけで復讐したり、仇を取りに行ったりすることをかっこいいって思う人と、そんなのは意味がないっていう赤シャツとの対立。つまりまさに江戸時代 VS 明治時代、時代の変わり目に散っていった敗者の美学だったんですよ。それが坊ちゃんの全てにギューッとコミックのように面白く詰め込まれているから、いつ読んでも面白いんです。そして日本人が勉強できるんです。ああ、江戸。ああ、明治。そしてその両方の時代を代表するような考え方をここに詰め込んでるからこそ、それ普遍的なんですよね。私言った。半沢直樹。なんで半沢直樹ってあんなに面白いのかっていうと、大河ドラマ的。時代物っぽいからですよね。歌舞伎みたいにうわーって大宮切って敵討ちする。ね。そういう侍的江戸的美学が込められてるから今も受けてる。そういうのが日本人すごく好きです。そのすごく好きな大きな世界観がここに描かれてる。で、そんなことまでして迎えたこの明治という新しい時代はどんどんと日本が強くなってる時代でしたよね。この日本史でやった通りですけども、これね、実は日露戦争って言葉が出てくるんですよ。ね。俺をね、例えば釣りでやっつけたとか、生徒が俺をやっつけたみたいな話を日露戦争のように風潮するかもしれねえっていうくらいがあるんです。日露戦争のように風潮するってどういうことか。要するに、ロシア、それまでものすごい大国、先進国で、と思われた国に日本が勝っちゃう。
そのことが1905年に行われてる。つまりまさにこれ坊ちゃんの前年に行われてるんですよ。だから坊ちゃんの前年度にこの日露戦争で日本が勝利を収めたっていうので、もう日本がもうフィーバーするんですよ。よっしゃ欧米列強に追いつくぞって言って、この明治政府が、明治の日本を生まれ変わらせたのが日清戦争、日露戦争ね。そういうのを経て、俺たちは列強に並んだんだっていうような空気感、そういうのを出してきやがるだろうっていう皮肉がこの文章の中に入ってるんですよ。で時代がぐっと込められてるね。だから帝国文学、師範学校、文学史、下女、江戸っ子、会津っ子、日露戦争、そういった時代の考え方とか空気感がギューッとここに詰まってる。で、そしてそんな中どんどん強くなると同時に戦争に巻き込まれていくんですよね。1914年第一次世界大戦に向かっていくわけですよ。日清、日露、そして第一次世界大戦に向かう中で、その明治の空気から大正の空気に変わっていく。それを引き継いだのが芥川龍之介ですよね。実はこの芥川龍之介、1915年、15年、もう晩年も晩年ですよ。死ぬ1年前に夏目漱石に弟子入りしてるんです。そしてその芥川龍之介が体現したのが大正時代の人間の苦しみだった。芥川龍之介というのは、それ以前の文学とかに日本のアイデンティティを求めて、羅生門とかいろいろ書いていきます。そして日本人って何なんだろうっていうことを第一次世界大戦の終わり、ね、その第二次世界大戦までの前、そこまでの苦しみっていうのを芥川龍之介が引き継いでいく。この夏目漱石が描いた我が輩は猫である坊ちゃん、三四郎、心、その中でも坊ちゃん、そして心というのはこの時代の変わり目を切り取った天才夏目漱石の傑作だったというふうに私は読みました。こうやって読むと、へー、なるほどねと。時代のタイムカプセルっていう側面がある。でも、めちゃくちゃコミックとして面白いでしょ？だから、大人が読んでも面白いし、子供が読んでも面白い。その上で、主人公はまっすぐな江戸っ子。誰に見せても安心です。それは太宰の人間失格とか、三島由紀夫の仮面の告白のような屈折とか、不道徳というものとも無縁なんですよ。だから、教科書にも載りやすい最強の日本文学。それが夏目漱石、坊ちゃん。読んでよかったな。そう思いました。ではまた。ウェブコミュニティプログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。